ようこそ、鉄鎮工房へ、お越しくださいました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。鉄鎮工房も少しは変化しないと思い、今回から音声を追加しました。シャイな鉄鎮は、滑舌に自信がないので、機械音に頼りました。今回は、自宅にある蛍光灯の一部を、LED 化した動画の、ご紹介です。蛍光灯の LED 化を、行う前に、蛍光灯の作動原理を、簡単に説明します。蛍光灯の原理なんて知ってるよ、という方は、1分30秒あたりまですっ飛ばしてください。これは、一般的な蛍光灯器具の、回路図です。スイッチをオンにすると、回路に電気が流れます。この時、点灯管、グロー管、内の、バイメタルによって、オンオフを、繰り返し、電気が流れたり止まったりします。バイメタルとは、異種金属の接合で、温度変化で変形する金属です。走行している間に、蛍光灯両端のフィラメントが、温まり、安定器の自己誘導によって、高い電圧がフィラメントに、加わり、辛抱たまらずフィラメントから放電し、蛍光灯内に電気が流れ点灯します。電気は、抵抗が低い方に流れるので、蛍光灯に一度電気が、流れると、点灯管には電気は流れず、お役御免となります。以上が、グロー管式の蛍光灯点灯過程でしたが、時代の流れで、この他にも、ラビットスタート型や、インバーター型という改良型があります。これらはいずれにしても、安定器とグロー管コンビの、変形であり、LED ライトを点灯させるのには、全く不要となります。蛍光灯型 LED ライトを、点灯させる回路の一例として、数のような単純な回路になります。この図は、片側給電タイプ。そしてこの図は、両側給電タイプになります。蛍光灯型 LED ライトは数種類あって、それぞれに合わせた回路にしないと、正常に点灯しないどころか、最悪小として火災の原因につながり、誰でも簡単に手が出せないようになっています。ここがメーカーのいやらしいところ、失礼、で、せっかく買った蛍光灯型 LED ランプが、使えず、失敗する方が多いと思います。そんな方のために、鉄鎮工房では、自宅の蛍光灯を一部 LED 化して、動画をアップしました。参考になれば幸いです。ただし、くれぐれも安全には留意され、自己責任でお願いしますね。まずは、蛍光灯型 LED ランプを取り付ける前に、中がどんな構造になっているか、分解して確認してみますね。箱の中身は、LED ライト1本と、LED スタータ、なるものが、1個入っています。両サイドのキャップは、なんとネジ1本で止まっています。片方の裏側は、2本の端子は短絡しています。え、これって、もう片側は整流器が入っています。これは片側給電タイプということですね。全体は LED18 個が3組で54個並んでいます。で、ちょっと気になったこの子。単純に片側給電の回路を組んで間違えてこっち側を給電するをそう火花、バシー、ブレーカー、ボーン、です。実験するよー、とか言って、こんな繋ぎ方して、左右間違えると、光栄、血の気引くわー。こ、構造がわかったので、元に戻します。もう一本は、ネットで、1500円程度で、購入した LED ランプ。ちょっとお高いだけあって、ネジ2本で、しっかり固定されていますね。片側のキャップを外してみると、白い AC 電源ケーブルがあり、整流器もあるようです。反対側のキャップを外すと、同様に AC 電源ケーブルがありますね。なので、両側給電タイプです。キャップの裏側を見てみると、2つの端子は短絡されて、AC 電源コードが接続されています。分解して分かったことは、片側給電タイプ、両側給電タイプとも、左右テレコにしても、既存の器具は両側給電タイプなので、ショートはしません。しかし、器具を片側給電専用に回路を改造してしまうと、
高い確率でショートします。100均 LED は片側給電タイプですが、グロー管の代わりに LED 専用スタータを取り付けることで、両側給電回路にしているということです。それでは、片側給電タイプのダイソー LED ランプから取り付けてみましょう。説明書きには、グロー管を外して、LED 専用スタータを取り付けると書いてある。これの中は、ヒューズです。回路上、これを取り付けないと電気は流れません。そして、蛍光灯から LED 管に交換します。これで、スイッチを入れると点灯します。でも、LED 化の目的が省エネですから、余計な電力を使う安定器が邪魔ですね。5Whから 10Wh の電力を消費するので、安定器を介さずバイパスします。これが安定器です。安定器につながっている白線を除菌と切っちゃいます。切った白線同士を圧着端子を使ってむにゅとつなげます。これで安定器を通さずバイパスできました。バッチリ点灯しました。安定器の寿命は約10年とされていて、使い続けると電力損失が大きくなり、最悪煙が出て火災の原因にもなるそうですよ。怖いんだね。お次は、通販で購入した、ちょっとお高い、両側給電タイプの LED 管です。改造するのは、キッチンの照明器具。ルフ、紐付きスイッチ、今では骨董品扱いかな。グロー管を外し、LED 管に交換しました。これでランプは点灯します。ここで、邪魔者が2つありますね。コンデンサーと、安定器です。コンデンサーは切断し、安定器は、先ほど同様、バイパスしましょう。まず、ここにコンセントがついていたので、これを除去して埋め込みスイッチを、取り付けました。そして、コンデンサーと安定器の線をちょん切って、バイパスし、LED 管の両端に、給電できるように、回路を変更しました。完成回路図です。これで、安全に本来の能力を、発揮しますね。バッチリ、点灯しました。以上で動画は終わりですが、今現在 LED が主流になってきて、器具もそれ専用になって、今回のような煩わしい改造は必要なくなると思います。でも、どうでしょうね。LED は超寿命が売りですが、ある程度壊れないとメーカーは儲かりません。すでに電球型 LED は、従来の電球型蛍光灯よりはるかに寿命が短い粗悪品が出回っているので、直感 LED ランプも心配ですね。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。また見てね。